皆さん、こんばんは、こんにちは、ことみむーです。蒸し暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。初回の今日は別の内容をイメージしていたのですが、7月1日の夕方に突如話が降りてきまして、たまたまそばにあった IC レコーダーのスイッチをすかさず入れて、収録したものを今日はお届けすることにしました。タイトルは子供と妖精と祈りです。それではどうぞお聞きください。自然のあるところに妖精さんは必ずいるんですよね。本当にね、私も直接見えるっていうわけじゃないんだけど感じるんですよ。それで時々見えることがあるんですよ。カメラに映り込んだりとかね。今度またね動画で上げたいと思うんですけど、園ちゃんね、亡くなった琴海のお母さんなんですけどちょっと園ちゃんがですねタオルを積んで遊んでるというか、真剣にねタオルを畳んで積み上げてくれてる時に動画撮ってたんですね。すごいその真剣さがねもうとても面白かったんで、そしたらね妖精さんがしのちゃんの周りをパタパタ飛んでるんですよ。これほんと動画に映り込んでるので今度ねアップして紹介したいと思うんですけど子供の頃ってみんなね妖精さんとやっぱり親和性があるって思ってて、子供っていうのはね妖精さんと親和性があるっていうのは今の子供たちはどうかわからないけど、私たちがまだ子供のところは周りに田んぼがあったりとか道端に花咲いてたりとかそんなんで、そこら中に妖精さんが感じていて、その中で夢中になって遊んでちょっと帰るのも忘れるぐらいに夢中になって遊んでるっていう泥んこになってね、そういうのがあったんで、結構その守られ感っていうのかな、その自然の中で泥んこになって遊んでると、なんか妖精さんとかそういう精霊さんに守られてるっていう感覚がね、あったように記憶してるんですけど、それがだんだんね中学校、小学校高学年中学校に行くに従って、自然もだんだん壊れてきまして、そういう気配みたいなのもだんだん消えてって、すさんだ世の中になっていっていくんですけど、今の子供たち見てると心を痛めること多いですよね。お母さんがまずね子供の方を見てないんですよ。しかも怒鳴ってたりとかスマホ見っぱなしとかで、私いつもそういう場面に出くわすことが多いんですね。街に出るとすると必ずやっぱり祈りを送りたくなるんです。赤ちゃん、ちっちゃい子供、ちょっと成長した子供、いずれにしてもやっぱり守られますようにって、必ず一人は天使がついてくれてますから、その専属のね。だからその天使さんに守護霊様でもいいですよ、祈るんですね。どうぞその子を守ってくださいって、ちょっとした瞬間ですよ。長々と祈る必要はない。ちょっと思いを向けるだけでいいんです。そうするとね、ワンワン泣いてた赤ちゃんがピタッと泣くやむってこともあるんですよ。届いてんねんわってそういう時思うんですね。だからねやっぱりね子供はねやっぱりちゃんと見守られてないとあかんって思うんです。子供が大人の面でみんなに温かく守られてるっていうこの安心感をね、今の子供たち持てないで成長している子が多いんじゃないかと思っていて、そこが心寒いところでやっぱこの国どうなっていくんやろうっていうところでもあり、やっぱり
自分のことか他人のこと関係なしに、やっぱり私たち大人は子どもたちをね、優しい眼差しでね、見守ってあげないといけないと思います。私自身が小学校中学校ですごいいじめにあってるんですよ。特に小学校の頃はもうリンチと言ってもいいようないじめやってるんですね。まあ言っても鉄パイプとは言いませんよ。文鎮ね、あれでね、ある男の子にね、なんか罰じゃとかって言って、なんか班長なんですけど、そのなんか反則みたいな勝手に作って、それに違反したとかって言って、罰則何号とか言って、もう殴られるんですよ。もう紫バレになりましてね。それでみんな見て見ぬふりの子が多い中で、一人女の子のすごいちょっとボス的な女の子が一人だけ抗議してくれましたね。の先生が見て無理フルでしたというか、気づいてないわけないのに、私叫んだんですよ。先生って言って、廊下の向こうの方に先生がずーっと背中向けて遠ざかっていくの、今でも焼き付いて覚えてるんですけど、この時私は思いましたね。いや、その時っていうか、もうちょっと大人になってからかな、私は絶対子供見捨てないぞっていうか、そういう大人にはならないぞってどっかで決めたと思いますね。だから私ちょっとひょんなことから学校の中国の先生っていう非常に自分に合わない職業についてしまったんですけど、やっぱりね、子供たちにだけには愛を注ごうっていうことだけは思ってましたね。で、いじめられっ子、いじめっ子って必ずいるんですよ。私はそこのところは目光らしてましたね。絶対に見逃さなかったね。そのいじめられてる子が見守ってるよって、いじめてる子見てるでって、あんたって何悪さしてんねんって、見逃してないよ、見てるよって、絶対にそれをね、ちゃんと分からせるように私はやってたんですけど、私も思い余ってあるし、ビンタやったことあります。あまりにもひどいんでね、ふざけやがってって感じでやったことあるけど、その時にいじめられてた子の眼差しを今でも焼き付いて覚えてるんですけど、もう目がうるうるして、ありがとうっていうなんていうの、言葉にならない何かものを感じてね、もう絶対に私見逃せへんからなって、それであんたって、そういい加減にせえやっていう感じでね、ビンタしたんですよ。今だったらボール教師ってことであれですよね、モンスターペアレントに抗議されるかもしれないけど、その頃はまだ良かった。でその子ね、一瞬でなんかハッとしましたよね。目覚めたみたいにポカーンとしてました。でもやっぱりいじめられてた子の眼差しはなんかすごいものがありましたね。ちゃんと見ててくれてるんやっていう信頼感がその子からわーって伝わってくるのを私は感じてて、そこのとこだけは譲らんかったですね。でも私この体育会系のもうしょうもない校則でみんなのバシバシ縛り付けるようなその学校体質にはもう全然合わなくって、もう言っても私も気弱いですから、なんか言い返すってこともできなくって病気になりましたね。いうか子供たちの前で突然倒れたんですよ、授業中に。したら先生って言って、バスケット部のキャプテンの女の子が、先生私保健室まで連れてってあげるって言っておんぶしてね、保健室まで連れてってくれたという、この逆転現象って面白いでしょ。子供たちってすごい力持ってるんですよ。もう大人たちが縛りつける大人たちの方が幼いこのなんていうの、未熟っていうか子供っていうか、怒鳴り散らしてる教師はおりましたけれども、教師という、人種って言ったらこうなことを言ったら怒られるかもしれないけれども、私の体験ですよ。子供っぽいっていうか成熟してない大人っていう姿をね見せてもらいました。本当にあまり
大きな声では言えませんけれども、そういう中で私はこのお仕事合わんなって思いながらも、でも子供心にこんな大人にはならんっていうところだけは、貫き通してきっぱりと、やめさせていただきましたけれども、またこういう話はおいおいさせていただきたいと思いますけれども、一つはやっぱり子供は守られてないといけない、安心した安心感ってすごい大事ってこと、それから祈りの大事さですね。もしその子がしっかりホールドしてくれる大人に恵まれてないとしても、通りがかりのおばちゃんやおっちゃんやお兄ちゃんやお姉ちゃんが優しい眼差しで祈ってくれたら、どれだけその子は助かることかっていうか、守護霊様が喜ぶことかって思うんですよね。これは皆さんぜひほんのちょっとで気向けてあげてくださいと思います。私は子供いないけど、私はよくそういう場面に遭遇するので、それ必ずそういう思いとか祈りを送ってます。以上、後藤みぬの今日は祈りのお話、ちょっと妖精のお話ね。で、子供たちに向ける大人の眼差しについて語らせていただきました。じゃあまたね。